In order to convey realism in the game world, the team at Kojima Productions have not only consulted with military advisors, they've also traveled extensively around the world to truly understand and represent the locations presented in the Metal Gear universe. 今回は、007のようにですね、全世界を巡るという、まずメタルギアは毎回こうクローズドな閉鎖空間を舞台にするんですけど、今回そうじゃなくて、いろんな世界中を回っていく、そういう規模の話にしました。To determine locations for the game, it may appear that topography, political climate, and architecture are all part of the criteria, but that's not necessarily the case. 毎回、実は、自分が行きたいところを選んでいるということで、今回、中東はモロッコ取材で、南米はペルーで、東は、プラハですね。メタルギアソリッド2でニューヨークだったのもニューヨークをこうぐるっと回れるんで、それでニューヨークにしたんです。Kojima-san and his team have logged tens of thousands of air miles, all in the name of realism. MGS のメインのスタッフたちと一緒にその場を共有したっていうことですね。ただ映像を見てそれに音をつけるんではなくて、それは誰もいない戦場っていうことではなくて、今回の舞台っていうのは数年前にはですね、我々が目の当たりにしたように人々がいて生活が営まれていて、匂いがあって生き生きと生きてる人たちがいて、そういう街の数年後なんですよね。そのことを分かって、どういう素晴らしい人たちがいたのかっていうのを理解して音をつけていくということは大きな意味があったと思っています。With all this traveling, each member of the team has their own take and affinity for certain places. プラハも良かったけど、やっぱりモロッコは、結構衝撃的でしたね。モロッコのフェズっていうところに行ったんですけど、旧市街メディナですか、もう本当迷路みたいな、なんつうの、すごく狭い路地が入り組んでて、そこはものすごく感動しましたね。Oftentimes, it's Kojima himself that's behind the camera, capturing reference material for the environment artists. ロケーションに関しては世界でいろんな紛争が起こっている中での、非常にイメージしやすい中東とか、南米とか東欧とかを、選択をしました。そうしてオリジナルのマイクで、レコーディングをしてみたんですけどもね、いろいろと難しいことがあってですね、一番やはり難しかったのは、屋久島の時は誰もいない密林っていうのと、スネークが潜入する密林というシチュエーションすごく似ていた。でも今回は、中東のような戦場っていうものと人が暮らしている街というところにすごくギャップがあったんですね。だからレコーディングが前のようにはうまくいかなかったです。だから大体ですね、ライアンとか今泉さんに心配されながら夜中とか朝方とかにも出ていってですね、できるだけ人気のない、時間に音を取るということをしておりました。取材で言いますと、僕は南米のペルーというところに行ったんですけれども、前回の MGS3 のジャングルとはちょっと違う、割とハゲ山といいますか、木があんまりたくさんない森を再現したいっていうのがありまして、ペルーというところに行きました。でものすごく標高の高いところだったんで、取材中ずっと高山病で苦しめられてて、半分取材どころじゃなかったなというのはとても思い出に残ってます。どちらかというと今回はその中東とか東欧とか南米とか大きいセクションに分かれてるんで、むしろ、それぞれのエリアでトーンを変えていった方がいいのかなっていうところがあって、例えば中東とかですともう光沢をなくしてすごいマットな世界を再現する。逆に、東欧とかに行くと、あそこは雨に濡れてるようなところなんで、街全体がキラキラと光ってるような、より際立たせたりして、むしろ、各ステージのトーンをばらけさせていったっていうところはありますね。It's also during these expeditions that the game designers find new inspiration and can even change previously held notions. 感動したものですか。
開けた空間がドーンってあるんですよね。でそこに唐突にこうインカ文明が栄えたところでしたんで、唐突にこう石畳が現れたっていうその大自然と人工物のそのミックスといいますか、それがちゃんと共存してて、ですごい美しい景色を成しててっていうのがやっぱ印象に残ってますね。僕が好きなのは中東の、倒れたビルがあるんですけど、そのあと、アーケードにつながる細い道が一番モロッコっぽくできたかなと。モロッコ行った時にやっぱり匂いとかその空気感がすごく強烈だったんで、それが表現できてるのがあそこが一番近いのかなと僕なりに感じます。僕ライティングでしたんですけど、匂いが伝わるようにってずっと意識しながらライティングして世界観作ったつもりではいます。Like the military training the team at Kojima Productions partakes in, the reference material enables everyone on the team to truly understand the visual experience the game is trying to replicate. These photos and videos allow the artists to accurately reproduce the textures seen in the real world. 僕がペルー行ったっていうのもあるんですけれども、ナオミをトラッキングする森というのがあります。でそこは結構時間をかけて作って、川が流れて、すごい清らかなすごい自然の空気を感じられるところで、なんか本当は戦闘とかせずにそこにずっとぼーっとこう座ってたいなっていうような綺麗な森に仕上がっていると思います。In turn, these realistic graphics help to immerse the gamer into a world they might otherwise never have visited. Whether it's the mortar and brick holding together a crumbling building or the native flora swaying effortlessly in a cool breeze, each begins from a piece of reference material collected on site from around the world.